過剰な国際残高による金融危機。皆さん、今の為替戦争は、アメリカの巨額な貿易赤字と、アメリカ政府の天文学的な国際残高の増加と、ドル紙幣の過剰な印刷によって、金融危機を起こしかねない事態から発生しています。日本はもはや財政難を抱えるアメリカに頼ることはできず、危険なアメリカ国債も売却して逃げ出す必要性が出てきています。これに加えて、今回打ち出されたワンビュージフルビルというトランプ大型減税による財政赤字は今後10年間で35兆ドルにも跳ね上がり、日本の国家予算の5年分の赤字を生み出すことが予想されているのです。その中でアメリカは今年で数兆ドルもの国債を借り換えるロールオーバーの必要があるのです。しかし、現在の国債の金利が 5% 近くまで跳ね上がり、借り換えでさらなる天文学的な借金を積み重ねているのです。もはや、アメリカは日本を防衛するだけの財政的なゆとりもなく、日本も独自で防衛力をつける必要性に迫られているのです。というのも日本が現在保有している多額なアメリカ国債は喪失する危険性があり、中国が関税交渉をしたように、日本はアメリカ国債の売却で貿易交渉を駆け引きする必要性も出てきました。仮にアメリカが国債を借り換えできずに、デフォルトになると、日本が保有するアメリカ国債も紙くず同然となり、日本の MMT 論者が唱えているような資産と負債の相殺による2基本の財政楽観論は当てはまりません。アメリカ国債がデフォルトすると、日本の巨額な国債残高も返済できなくなるのです。今の日本国債は日銀が買い支えており、日銀が円を印刷して国債を購入するポンジスキームなのです。アメリカも日本と同様にこのようなポンジスキームは EYC を実施すれば、ドル通貨も信用を失い、世界同時株安や世界金融リセットへとつながります。現在の日銀による国債買い支えによる財政ファイナンスは、インフレの暴走、通貨への信任低下、外国人投資家の資金流出を生み出して、通貨制度の信頼性が損なわれているのです。このようなポンジスキームが日本だけで済むのであれば、まだ良いのですが、アメリカも実施するとなると、アメリカドルは世界の基軸通貨であることから事態はさらに深刻です。アメリカの YCC はドル紙幣の崩壊と株式市場の暴落が引き起こされ、世界中で金融危機を生じさせるのです。この点では日本もアベノミクス、黒田総裁から開始された財政を健全化せずに、MMT 理論による継続的な国債発行に頼ったルフレ政策から政府支出が行き詰まり終焉を迎えているのです。本来の MMT 理論は国債を発行した分の収益を生み出す投資に使用して、その収益から国債発行分の返済をし、バランスを取るものなのです。ところがアメリカでは積極財政のリフレ派が財政赤字を当然のごとく次世代へ先送りしてきた結果、国債残高の支払いが苦しくなっているのです。面白いことにチャット GPT に政府が無制限の国債発行を続け、YCC を継続すると資本主義経済は崩壊するのか、と問いかけるとめちゃくちゃ良い質問ですね、と褒められました。その回答は次のようなものでした。1、国債の格下げにより信用力が落ち、金利が急騰する。2、世界金融市場が混乱して連鎖的に株価通貨が乱高下する。3、政府機関の機能が停止される。4、米ドル離れが起き、基軸通貨としての地位が脅かされる。5、資本主義経済の病として慢性的なインフレが継続する。概して政治家は財政健全化や緊縮財政による節約を嫌い、自らの選挙対策から人気取りのばらまき、大盤振る舞いをする傾向にあるからなのです。結果として、今や世界各国が歯止めの効かない構造に陥っているのです。現在のアメリカも、借金の返済とその利子を再度、国債発行で賄うといったロールオーバーのスパイラル状態に陥っています。このまま行けば、いずれアメリカも YCC を実施することで、
アメリカ経済は崩壊し、貨幣への信頼がなくなりドルの世界基軸としての一極支配が崩れることになります。ここで貨幣の信頼を保つためには、イーロン・マスクが主張する政府支出の無駄を省き、国債発行に頼らない小さな政府の運営、つまり支出を抑えた、スリム化した経営原則の導入が必要なのです。現在アメリカでこのワンビッグビューティフルビル大型減税をめぐって、政府効率化衝動時で政府支出を抑えるのに、汗を流してきたイーロン・マスクが激怒しています。さすがに、経営感覚の鋭いイーロンは政府支出を削減する経営努力の重要性を政府に訴えているのです。日本の MMT 論者は国債発行が減税につながり、経済発展に結びつくものと楽観視しています。また、日本の金利を安くすると近隣急防化理論により日本国民は輸出で潤うと主張します。ところが、もはや現在の近代経営理論においては、このような近隣急防化という発展途上国の古典的な理論は当てはまらないのです。現代経営理論においては、すでに経済発展を成し遂げてきた国は政府が借金がなく、豊かになると国民への福祉も財政的に支援できるのです。政策金利を上げると、その国の紙幣の価値が上がり、国民の所有する資産価値も増えるのです。円高による貿易赤字もすでに海外進出を成し遂げて円高対策をしてきた日本企業にはそれほどマイナスではないのです。それは、これまで30年以上も実施されてきた MMT 理論の積極財政での金融緩和が、円安によって日本国民は豊かになってきたのかを考えれば、その答えは明らかなのです。つまり、日本の MMT 論者もまずは、政府の無駄な出費を削減する痛みの伴う政治改革の重要性を主張すべきなのです。積極財政が重要であるというのであれば、国債発行で生み出された資金は将来の資金を生み出す方向での投資戦略でのみ使用されるべきです。国が積極財政で投資をしてさらなる資金を生み出す方向でのみ MMT 理論は整合性を持つことになります。そのためには、このコンテンツで繰り返して主張しているように、中国人への過大な補助支出を抑えることが先決なのです。そのことによって食料品への消費税撤廃も可能なのです。特に中国人の消費税の輸出免税制度を悪用した事例が多数発生しています。いくら積極財政派の主張するように、税金を安くして、国債発行を続けても、無駄な中国人への支出が拡大されてしまっては元も子もありません。たとえ、自国通貨での国債発行といえども、日銀が国債を発行して日銀が自ら国債を購入するポンジスキームである YCC 政策は日本円の国際的な信頼を失い、円通貨が紙くずになることを意味しているのです。しかも日本が安心して国債を発行できる理由としてのアメリカの国債の保有も、アメリカの財政危機によりマール・ア・ラーゴ合意などにより踏み倒される危険性が現実化してきています。財政の健全化をせずに財務省が財政支出を国債に頼れなくなると単に国民からの税金を増やそうとするわけです。生活が苦しく、結婚もできない若者を苦しめている現在の高額な日本の税金を減らすためには、何と言ってもまず第一に痛みを伴う政治改革、例えば、議員数を減らして、スリム化するなどの自らの政治改革や中国人への無駄な支援を削除することが必要なのです。この点に関しては前回のコンテンツをご覧になってください。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。